はい、こんにちは。焼肉奉行霧島の稲垣です。今日はですね、和牛の肩ロースをばらしながら、焼肉店いろんなところあると思うんですけれども、お客さんによってどういったところを選んでいくかという、お話になります。今日もよろしくお願いします。焼肉屋さんを選ぶポイントというのはどういう人と行くかで僕は全然変わってくると思うし、家族で行くのか、友達同士で行くのか、接待で連れて行くのかで全てが僕は変わるとは思います。美味しいまずいっていうのは、まずい商品を出しとるっちゅうお店っていうのはないとは思うんやけどね。その中でなるべくお客さんに提供したいっていうようなね、お店もあるし、チェーン店もあるし、食べ放題もあるから、それに応じて選んでいけばいいとは思いますけれども、ただ僕が思う中ではうちの店でもねよくあるんですけれども、僕らとしてはね、いいお肉を出したいと。これも肩ロースの五等級の12番12番ってあんまりいらんねえけど、そこそこいいお肉を買っていかんと、美味しいっていうのがつながっていかないところもあるんですよ。輸入物ばかりで対応されとる焼肉店もありますし、そういうとこやとその霜降りみたいな差し気っていうのはそんなに言うほどないし、肉の質も変わってくるし、一概にはその輸入物やからあかんっていうのは言い切れないんですけれども、国産で頼っていくんであれば、国産の中でも肩ロースは物がいいですけれども、赤身系は今回物が悪かったっていう点もあるから、こういったロースね、これをズバンとステーキにもし切るんであれば、全体的の霜降りやから簡単な6等分に切るんやと、こういった油の場所もあるんですけども、焼肉店っていうのは一塊が一口で食べれるぐらいの大きさっていうのが割にベストやし、小さい子供さんがある場合はお肉をもっと小さく切るんですよ。そうすると極端に言うたら、この小さい分やと油の塊やとかね。でお肉自体はええやつになればなるほど霜降りも多少入るし、で肉の色合いも濃いやつの方のが美味しいのは美味しい。うちらでも上中並というお肉があった時に、今回は、中のお肉が出が悪いとなると、その並に落としてしまう場合もあるんですよ。お客さんとしては喜んでくれるかなと思うんやけど、その人から見たら今回のお肉は脂が多いって言うてクレームが来る時もある。うちらは逆にいいお肉を提供したつもりやけど、そのお客さんからしてみたらそんなええのはいらんみたいな、うちはこの真っ赤っかのこういう普段食べとるやつがええっていう場合もある。ターゲットっていうのはそんなにうちらはあんまりなんとも、こんな人が来てほしい、こういう人でないと嫌やっていうのは僕自身はあんまりないけど、小さい子供さんから年配の方からいろんな人が来てくれりゃいいし、うちに来る人っていうのは割に家族で来られるお客様が割に多いかな。そういう店の作り方にもしてあるから、お客さんとしては、小さい子供さん連れられても、うちやったらテーブル掘りごたつの席やから、小さい子供さんも来やすいっていうのがあるんじゃないかな。僕らはお店やっとるから、そのお肉をどういうふうに使って、どういうような値段でどういうふうに全体的を剥がしとんのかなっていうので、僕は興味があってそのお店に行くことが多いかな。そんな高いお肉いくらで売っとんのかな、一人前どれぐらいついとんのかなとかね、そういう目線で行くお店が僕は割に多いかな。で美味しいまずいっていうのはそんなにないと思う。まずいお店っていうのはね、僕がやっとる三重県やっとるとこは町じゃないところ、田舎の外れやから、そういうとこに割に見に行ってどうやってしとんねやろとか、値段とか一人前どれぐらいの量でやっとるか、単価はどれぐらいでやっとるかっていうのを見る方が多いかな。で町の方行けば人通りも多いから、高い値段のお店もあれば、そんなお肉そんな安い値段で売っとんねやっていう店もあるから、一概には言えへんし、やっぱりお客さんがたくさん来られる
まあ人通りが多いところやからいいお肉をその値段で出せるんやろうなっていうのもある。今なんでも物が高騰しとるし、いろんなもんが高いから値段は上げていった方のが僕はええと思う。まあ今までお客さんにその商品が1,000円で出しとるやつを、その商品に対しては値段上がってないかもしれへんけど、全体的な総合で言うたらかなり今は物が上がっとるから、まあ砂糖にしろいろんなもんがね、全体的に値段は上げていかんとやっていけないと思う。やっぱり1,100円1,200円で上げていかんともうこれからは無理やと思う。1日のお客さんがまあマックスで、まあ5時から閉店までで100人来ると、それをもっとお客さんを入れよう、120人入れようっていうのはまず無理やと思うから、上げてなくても客足っていうのは必ず減ってくるから、今こういうご時世やからね。で焼肉っていうのはまた値段が高いから、月1回行っとった焼肉屋さんも2ヶ月に1回3ヶ月に1回になるかもわからんが、そうやって考えていくんやと値段上げた方がいいと僕は思う。客数が減ってで、単価も上げやんかったらね、何の意味もないし、じゃあもっと値段を安くしてお客さんをたくさん入れようとしたところでもう入る人数っていうのはもう限られてくるから、僕はなんかそういうふうに最近思うかな。上げていかんと無理かなと。ラーメン屋さんってすごく大変やと思う。田舎の方でね、お昼にラーメンを食べます、1,500円1,800円って言うたらみんないかんわよね。町の方やったらね、まあトッピングしてなんやかんやしとったら、1,500円になった1,800円になったっていうのも可能かもわからへんけど、田舎の方のお店だとラーメン1,000円超えるとちょっとあそこな、いや美味しいけど行くのやめようかってなると思う。だからうちらみたいなお店よりね、ラーメン屋さんとかああいうところが結構大変ちゃうかなって僕は思うな。すごく別に僕らは飲食店やっとるから、そのラーメンが1,500円になりました、トッピングして1,000円いくらになりましたっていうのでも僕は別になんとも思わへんけど、一般的なまあね、お昼だけに食事をする人やと1,000円超えるんやとちょっと客足も減るんちゃうかなと思う。よう入っとるお店っていうのは、そこのお店はめちゃめちゃ美味しいってインスタで美味しいとかあんなんやっとるけど、結局は実際のところはどこのお店よりもそこが一番安いっていうだけのことやと思う。味も美味しいのは美味しいとは思うけど、まず値段で見るお店の方が多いかな。でだから安いお店ってよう入っとる。テレビでも何でも米のことをいろいろ言うとるから、今うちの店でも米なんやしなよう出る。今までは米の意識ってあんまりしてなかったけど、今まあ米がそんなにね高いまずいっていうのがあるから、まあうちもともといい米を、まあ、ずっと入れてもらっとるし、まあ値段は上がっとるけどね、かなり。食べ放題はやっぱりいろんなもんがあるから安いかっつったら安くはないと僕は思うんやけどね。せやけどいろんなもん食べれるから子供さんとか連れてくんやと全然ええと思う。でもう一つは食べ放題のお店とかそういうようなところの方のが子供は必ず行きたいって言うから、親としてはもっとええとこ行こうよって言うかもしれんけど、やっぱり家族の中で一番の決めるあれは子供になってくるから、そうなると思う。で僕も子供がそういう焼肉屋さん食べ放題行きたいってもし言うたら僕も連れてくかな。いろんなデザートでやったり枝豆やったりポテトやったりするから、感覚で言うとマクドナルドみたいな感覚でおるんちゃうかな、子供は。子供としては好きなもん頼めるし、回転寿司も最近はなちょっと落ち目になってきたんじゃないんかなとは思う。前と比べるとちょっとネタもちっちゃなってきたし、まあ選び方としてはその行く人で全部変わってくるかな。家族で行く場合やとまあ極端に言ったら食べ放題の店行くかもしれへんし、彼女とか行く時やと普段行き慣れとるところになってくるやろうし、でも誕生日とかそういう時になるとちょっとリッチな、焼肉屋さんに行ってみたりとか、おしゃれなお店に子供連れて行くかっちったらな、小さい子供連れて行くかったらほらいかんやろうし、その用途に応じてそれでかなり変わってくるよね。
普段行くとこは自分とこの家から近いとこやったり、そういうとこはメインになってくるんちゃうかな。味というかそのタレが好きっていうのもかなりあると思う。そこの方のがタレが好きとかね、好みがある。やっぱりタレもな。せやけど現実に言うたら、うちらの焼肉のタレとかそういうのでもこのパンチがあるやつでないとやっぱり美味しかったなっていうのにならんと思う。でまず一つはどこもが醤油ベースで作っとるから醤油で全て変わってくると思う。で地方によって皆さんが使われとる醤油ベースで焼肉のタレを作った方のが万人受けすると僕は思う。僕が偉そうにこうやって言うとるけど、僕昔のシャランキューのツンク醤油フェチって言ってテレビでやっとった。僕は醤油フェチですっつって、でいろんな醤油をいろんな使うんやっつって、でもトータル的で自分が好きな醤油っていうのはやっぱり地元で小さい時から食べとった醤油が一番ベースになるみたいな言い方をしとったね。なるほどって思ってそれをパクって今言うとるだけでもそう思う。僕はタレとマッチしとるからそういうのも考えてやった方がええんちゃうかな。でそのタレがご飯に合うタレとかやとなまた最高やし。デザートってあるやん、焼肉屋さんデザート。デザートっていう意味が俺あんまりよくわからん。シャーベットやったりあんなんがデザートなんか、それともフルーツみたいな盛り合わせみたいな感じにしてあるやつがデザートなんか。僕は今まで焼肉屋さんを働きに行ってそういうことをよく言われたことがある。デザート何があるのって聞かれた時にこういうシャーベットがあります、何々がありますってメニュー表でそちらがありますって言ったら、これはデザートと違うって言われたんがそのお店でも言われたし、違うとこで働いとった時も言われたことがある。だからその人によってデザートってみんな違うんやろな。だからそのデザートって何なんやろうって疑問に思ったこともある。探ってみたらこう何々のこういったもんが最後のデザートとして回答が出てくるとは思うんやけどさ、その人の思うデザートってその人によってみんな違うんやろうなって思う。でこれが肩ロース、これ肩こぶで、これ座布団と芯の間にあるお肉で、これが座布団と言われる場所になります。全体的で言うたら希少部位とかね、こういった座布団っていうところが希少部位で言われる。これ見たらね要件あるやんってみんな思うと思うよね。それよりなんで希少部位って言うのって言うんやけど、基本的な座布団の大きさっていうのはこれぐらいねんけど、食べて美味しいどこって言うたらもうこの辺だけ。これも座布団やでして、これもこういうヘタクレも座布団でうち出すかったら出さへんから、もうここのいいとこだけを座布団として出すから希少部位っていう言い方になっとるだけ。ロース巻きのところでねずーっとつながっていくリブロース側で、これが駒材、筋、油、端材になります。今日は焼肉屋を選ぶポイントというよりも、家族で行かれるのか接待で行ったり彼女でと行ったりという場合ので、その店を選ぶでいくというのもいいと思いますし、もう一つはつけだれとかタレが好きというようなね、選ぶとするんであればそこにあったタレで選んだ方がええかなって思うところもある。僕はいろんなとこ行きますよ。いろんなとこね。ネットで見てもええしね、普段からインスタや TikTok やあんなんで出とって、そのお店の雰囲気っていうのがその外観とかああいうのも全部含めて行ってみたいなっていうのは、まず僕はそれを見るかな。突発的にバンバンバンってなんかこうバズるみたいにやっとるところはまず残念なお店が多いっていうのもある。その写真とか動画やとこれぐらい大きいよね、お肉がね。で僕も楽しみで行ったん。消しゴムみたいにちっちゃかったなんじゃと思ったけど、もう言わんけど、もういかんなと思った。以上ですそれは入れるか入れんかどうでもいいけどはい、今日はありがとうございます。株式会社稲垣では LINE 公式アカウントの方で、お肉の卸販売を行っております。まずは、LINE のお友達追加の方よろしくお願いします。
で焼肉屋さんで行列がまあできとるお店っちゅうのも安いお店がまず一つと、もう一つは言うてええのかな、必ず行列ができとる、グレーゾーンなところやな。そういうとこにみんな行きたがるしな。